わあ。GO。今、東京駅にいて、これから新幹線に乗るところです。今日は東京駅から一ノ関駅に行きます。一ノ関駅は岩手県にある駅で、ここから2時間半ぐらい新幹線に乗って到着します。それでは、行きましょう。久しぶりの新幹線なので、もう楽しみすぎて、今日は新幹線乗る出発の1時間半前ぐらいに駅に着いちゃいました。もうバッチリ。駅弁も買いました。駅弁屋さんすっごい混んでたんですけど、もういろんな種類のお弁当があって、すごい迷っちゃいました。今日乗る新幹線が駅に到着しました。このやまびこ57号です。もうめっちゃ楽しみ。今折り返し運転なんで、車内清掃をしてます。それが終わったら新幹線に乗れます。乗車完了。あ、待って。入り口間違えた。あっち側だった。気がついたらもうすぐ乗った瞬間出発しちゃって、もうあっという間に宇都宮駅です。ここで5分ちょっと停止するみたいだから撮ってみました。周りの人がいないからもう超あっという間に出発した。今こんな感じです。コンセントもちゃんとあるから充電できます。一ノ関駅に到着。もうめっちゃあっという間だった。2時間半はやっぱ早いな。おー、到着。唐揚げ日本一の街って書いてある。楽しそう。とりあえず改札出たんですけど、ちょっと行きたいところがあって、厳美系っていうところに行きたいんだけど、多分西口だと思う。ここから厳美系までは、多分バスで行くんだけど、もう何も調べてなくてまだ。こっち側だと思う。空飛ぶ団子を食べに行けます。厳美系に。もうちょっと聞いて。もう、新幹線の中でさすがに喋るわけにいかなかったから、全然取れてないんだけど、もうお弁当がね、めっちゃ美味しかった。今回買ったお弁当、結構お弁当屋さんいろんな種類あったんだけど、すき焼き弁当美味しそうだったから、すき焼き弁当を買いました。もうね、めっちゃ美味しかった。温玉も入ってたし、今回買ったのが加熱式って言って、紐を引っ張ると、お弁当があったかくなるんですよ。もうめっちゃ美味しかった。もうね、ちょっと顔で察してほしい美味しさを。もう本当に食レポしたかったけど、さすがにね、一人でやるわけにいかないから、後から映像でお送りしました。お、待って。ピカチュウがいる。ポケモンとなんかやってるんですかね。ちょっと暑いな、思ってたより。明日雪降る予報なんだけど、そう、雪降る予報だから南極のパーカーを持ってきたのに、結構、あったかい。あ、ポケモンまた発見。ちょっとじゃあ待って、改札出ますね。おー、こういう感じね。合ってるかな？ちょっと厳美系に行きたいので、バスを一回調べます。少々お待ちください。駅。ちょっと待ってくださいね。今調べたらバスがさっき5分前に発車しちゃって、もうあと1時間しないと次のバスがないみたいで、ちょっとどうしようって感じです。タクシー乗ると今調べたら3000円ぐらいするって書いてあって行くのに。でもそこの厳美系の空飛ぶお団子が、3時まで、多分3時までしかやってなくて、バスだともう終わる10分前に着くんですよ。どうしよう。せっかく来たのに食べられないの悲しいので、ちょっとタクシーで行こうかな。しょうがない。そういう時もありますよね。結構ね、遠いみたい。調べたら、歩いて2時間ぐらいかかるみたいだから、さすがに歩けないし、逆に歩いたらもう、間に合わないから絶対に。ちょっとしょうがないかなって感じ。それか、明日行こうと思ってた方を、
交換、明日あっちに行って今日はこっちに行くみたいな感じで、交換庫すればいけるかもしれない。でも明日雪だからな。どうしようって感じ。タクシーで送ってもらいました。一ノ関駅からはタクシーで20分ぐらいでした。20分かかんないかなぐらい。そうで聞いて今めちゃくちゃびっくりしたことがあって、使いたい電子マネーがあって、それの残高が3410円だったの。そしたら、タクシーぴったり3410円だったの。超ぴったり。うわ、やばい、はみ出ると思ったらぴったりで到着しました。あ、すごい。なんか岩がいっぱい。ちょっとね、空飛ぶお団子を私は今日は食べたくて。やってるかな？きっとやってるはず。こんな感じです。顕微鏡。いや、でもよかった。この選択でよかった。本当に。間に合って。ちょっと下へ降りていこう。すごい。めっちゃ綺麗。すごい青々してる。すごい青。おー。で、お団子があそこから飛んできます。注文しに行こう。お団子を買いに。いざ。カンカン鳴らす。どうやって鳴らす？あ、これか。わあ。すご。めっちゃ頑張って引っ張ってくれてる。お、来るぞ。うわあ。来た。わあ。すご。よいしょ。あ、お団子とお茶まで入ってる。あ、なんか2個くれたお茶。よいしょ。お茶2個もらっちゃった。お団子ゲット。一人で来たのに、緑茶を、あったかい緑茶2個くれた。優しい。じゃあいただきます。しみる。やっぱ緑茶いいですね。じゃあお団子に行きますね。こちらが、ちょっとこっちやってから。格好団子です。シューンって降りてくるのめっちゃ楽しかった。じゃあ、開けますね。美味しそう。美味しそう。あんことごまとみたらしだ。めっちゃ美味しそう。うん。うんうん。ごま甘い。お団子もっちもち。めちゃくちゃ柔らかい、このお団子。うん。なんとなく、あんこもみたらしも大好きだから、まあ、ごまかと思ってごまから食べたけど、めっちゃ美味しい。うん。うんうん。うん。じゃあ次どっちにしようかな。ちょっと髪の毛が今日、もさもさってなってる。うん。オッケー。じゃあ、次は、どっちがいいかな。みたらし食べちゃう？みたらし食べようじゃ。ちょっと待って。今、本当に、みたらしツヤツヤとか言って、食レポしてたのに、GoPro の、スイッチ、ボタンを押してなくて撮れてなかった。二つだけになっちゃった。だけどすごい美味しい。美味しいみたらし団子でした。せっかくツヤツヤって自慢したのに、撮れてなかった。食べます。
ん。うんふん。ちょうどいい甘じょっぱさ。うん。めっちゃ美味しかった。じゃあ次。あんこ。これも美味しそう。いただきます。うーん。うーん。程よい甘さですごく美味しい。うん。うん。お団子とお茶、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。ちょっとゆったりお散歩しようかな、こっから。お腹もいい感じです。行こう。どこに行ったらいいかわからないので、ちょっとハイキングします。すごい、ほんと、自然って感じ。なんかわかんないけど、本当にそうかわかんないけど、今日めちゃくちゃ花粉強い気がする。木がいっぱいだからかな。すごい。もうめちゃくちゃ鼻がかゆい。おー。結構危ないみたい。崖っぽくなってるから、立ち入り禁止って書いてあるところがすごい多いな。どんな景色でしょう。うわー、なんでこんな透き通ってるんだろう。なんか、すごい、綺麗。おー、いいですね。ちょっと道の駅の方行きたいな。道の駅、さっきタクシー乗ってる時に道の駅が見えたんで、ちょっと道の駅方面に歩いていこうかな。おー。あっちに、道の駅の方に歩いていきます。橋からの眺めがめっちゃ綺麗。すっごい青。めっちゃ綺麗。そうでね、ちょっと目の前にすっごい気になる建物があって、見えるかな？世界のガラス展示中って書いてあるの。なんだろうこれ。すっごい気になる。すごくね、なんか時代を感じる感じですね。こんな感じで。ガラスパーク、サハラって書いてある。すごいな。なんか、本当に時代って感じ。ちょっと行ってみるか。入ってみます。あ、なんかすごい。上ステンドガラスステンドグラスみたいになってる。へえ、すごい。カラフル。めっちゃ可愛い。色合いが可愛い、すごい。いや、いろいろ絵もある。おー、いいですね。通ってみたものの、行く？戻るか。戻ろう。道の駅までどのぐらいあったか忘れちゃったけど、全然、歩けない距離じゃなかったので、歩きます。あとさっきホテル、今日泊まるホテルも調べてみたら、結構歩いてすぐのとこだったんで、歩こう。いいね、空気が。いいね。ね、本当に花粉って感じする。気のせいかな？いや、絶対気のせいじゃない気がする。めっちゃ花粉な気がする。だって、いっぱい木あるもん。山もあるもん。のどかですね。道の駅すぐそこでした。もう、そこ。よかった、近くて。到着。なんかすごいこじんまりしてるけど、やってるかな？さすがにまだやってるよね。道の駅、厳美系。今、ここの道の駅、厳美系にいて、こ
こんな感じ。いろいろあるみたい、周りに。餅と湯の里。なんかキャラクターがいますね。実は今日泊まるホテルも大浴場、温泉がついてるお宿にしました。楽しみ温泉。温泉でもうゆっくりお湯に浸かりたいと思います。ちょっと見てみよう中。道の駅の館内は特に何もありませんでした。ちょっと早いけどお宿に向かおうかなって感じです。今日早起きだったから疲れちゃった。そう、でも、そうなんですよ。あんまりゆったりする時間がなくて今回の旅は。っていうのもですね、今回の新幹線実はポイントで取ってて、JR の E ポイントっていうのを集めてて、そのポイントで交換できる新幹線なんですよ。で、どこかにビューンっていうプランがあるんですけど、もうビューンって感じでビューンしてきちゃったんですけど、どこかにビューンっていうのが4箇所候補を、なんかランダムで出てくる候補を決めて、で、申し込んで、その4つの行き先の中からどれか1個に決定してそこに行けるよってやつなんですよ。そう、だから、始発と終電を除いた選べる枠を選んだら、めちゃくちゃ中途半端な時間になっちゃって、着いたのが1時過ぎなんですけど、ここに。13時過ぎにここに着いて、明日帰るんですけど、明日帰る時間が14時50分の新幹線なんですよ。だからもう時間がなさすぎて、あんまりゆっくりしてらんないんだけど、まあこうやってのどかなゆったりした時間を過ごすのもいいですよね。すごい髪が、うわ、風が強い。そうって感じで4つの候補選んだ中からこの一ノ関が決まりました。一ノ関さん、こんにちは。初めて来ました。すごい畑、田んぼ、いいですね。ってなわけで今回の旅行全然時間がありませんからね、時間を大事に行かないといけないんですよ。まあでも空飛ぶ団子食べられてよかった。こっちはね、小歩こ。変な人みたい。10分ほど歩いたら今日のホテルが見えてきました。すごいもう田んぼの真ん中にあります。今日は亀の井ホテルっていうホテルを取りました。もう行っちゃおうかな。一旦荷物置きに行こうかな。でもちょっと今マップで調べてみたらこの辺厳美系以外あんま見るとこないみたいで、ちょっとねどうしましょうって感じ。一旦荷物預けようかな。もうチェックインできるから。一旦行きます。ホテルまでの道が、歩道がないし、険しい坂道。やばい。きつい。これ荷物置いて、もう一回外に出ようと思ってたけど、なかなかきついな。坂。森。あとちょっと。頑張れ。全然気づいてなかったけど、雪山がある。やっと、頂上に到着。険しかった。よし。じゃあちょっと、チェックインをしてきます。本日のホテル。チェックイン完了。今日のお部屋。こんな感じです。じゃじゃん。お布団。一人で泊まるなら十分な広さですね。いいよ。じゃあリュックを置いたからちょっとお散歩に行ってこようかな。明日の朝結構早い予定なんでバス停のチェックとかをちょっとしに行きたいと思います。でも坂また渡るのやだな。頑張ろう。よし。そうちなみに浴衣を持ってきました。下にありました、ロビーのところに。よし、じゃあ下に行くか。頑張って外に出てきました。もうリュックは置いてきた。もうちょっと明日の朝早いからバス停をちゃんと把握しようと思って、
近くにあった。亀の井ホテル、一ノ関入り口。本数少なさそう？ 7 時23。平日だもんね。7時23、7時53か。オッケー。頑張るか。頑張って起きよう、明日。今日早くね、寝るからね。多分こっち行っても何もないんだけど、ちょっと見てみる。何かあるかなーって。こう。無意味に歩いてきたけど、やっぱり山って感じ。あれ絶対杉の木じゃん。もう超かゆいよ。鼻がムズムズだよ。ちょっと、これ以上行っても、ちょっと暗くなっちゃったら怖いから、戻ろう。こんな道がずっと広がってます。ちょっとね、コンビニ行くか、一応。なんか、街灯一個もなかったし、ホテルの前の坂急だから、もう降りたくないから夜。一応、でもね、お腹空いてないんですよね、全然。もう、駅弁が結構ボリュームあって、それで、まずお腹いっぱいになって、その後、お団子が結構重かった。お団子なんかちっちゃいのがちょんちょんちょんって3個入っただけだったけど、めっちゃ重かった。一応でも夜、なんかあった時困るから、行こう。セブンのお店の前に雪かきがある。本当に今お腹いっぱいすぎて、セブンちょっと入ってみたけど、何も欲しいものがなかった。何も考えられないお腹いっぱいすぎて。あらら。じゃあホテルに戻ろう。温泉入るぞ。温泉に入ってきました。浴衣に着替えた。まだね、メイク落としてないからもう一回入りに行くんだけど、ゆったり。めっちゃ気持ちよかった。今日は一旦もうそろそろ活動をやめて明日に備えて寝ようかなって感じです。じゃあ、おやすみなさい。マップにあった世界遺産に来たんだけど、なんか、思ってたのと違った。とりあえず食料を見つけたので、ずんだ餅とおにぎりを食べます。晴れた日はここからの眺めがいいはず。もう思ってた以上に雪が降ってて、すごい寒い。